聖徳太子、日本史上最も有名な人物の一人である。一万円札にも描かれ、和をもって尊しとなす衰えた理想の政治家。仏教を広め、官位12回を定め、遣隋使を送り出し、日本という国家の礎を築いた人物。そう語られてきた。そして彼は単なる皇族ではない、推古天皇の下で政治の中心を担い、後継者とも見られていた存在である。実際、戸王子には皇太子であったことを示す記録も残されている。ならば、ここで一つの疑問が生まれる。なぜ彼は天皇にならなかったのか。後の時代にこれほどまで理想化される人物、有能で人望があり、仏教にも深く通じ、国家改革を進めたとされる皇族、しかも男系男子であり、皇位継承資格も高い。もし推古天皇が混乱期を支える中継ぎの存在だったのなら、政治が安定した段階で上位し、戸王子へ継承していても不思議ではない。だが推古天皇は崩御まで在位し続けた。そして戸王子は即位することなく生涯を終えている。ここに古代日本の政治構造そのものが見えてくる。当時の和の国はまだ後のような強固な天皇中心国家ではなかった。天皇家、蘇我氏、有力豪族、そして国家へ入り込み始めた仏教勢力、それぞれの均衡の上に政権が成り立っていた時代だったのである。つまり推古天皇とは単なる女性天皇ではなく、各勢力の均衡を保つ象徴的存在だった可能性がある。もし戸王子が即位すれば、その力関係が大きく崩れる危険もあったのかもしれない。だからこそ彼は政治の中心にいながら、あえて即位しない立場に置かれた。そんな見方もできる。実際後世に語られる聖徳太子像はあまりにも完成されすぎている。一度に10人の話を聞いた。未来を見通した。仏法を深く理解した。理想の政治を行った。それはもはや一人の政治家というより、国家が求めた聖人像に近い。ではなぜ後世の日本はそこまで完璧な人物像を必要としたのか。時代は豪族たちの連合国家から中央集権国家へ移り変わる転換期。武力だけではなく、徳と知恵によって国を導く新しい支配者像が必要になっていた。その理想を一身に背負わされた存在、それが後世に語られる聖徳太子だったのかもしれない。聖徳太子、彼は本当に理想の政治家だったのか。それとも豪族の時代から国家の時代へ変わろうとしていた日本が自らの未来を託すために生み出したあるべき統治者像だったのか。天皇にならなかった男、それでも1000年以上にわたり日本人が理想の指導者として語り継いできた存在。私たちが見ているのは一人の皇族の実像なのか、それとも国家が必要とした物語なのか。そしてその問いは今の時代を生きる私たちにとっても決して無関係ではないのかもしれない。